華やかなサイン会の長蛇の列。メディアがもてはやす空のアイドル。ここ数年、そんなきらびやかなスポットライトを浴びる彼らを見て、私は絶大な人気に感心すると同時に、どこか寂しさを覚えていました。ブルーインパルスは変わってしまったのだろうかと。しかし、最近の彼らを見ていたとき、胸の奥で、ふっと、合点がいったのです。いや、何も変わっていない。第11飛行隊発足当初の、泥臭く、命がけで、張り詰めるような職人魂は、今も間違いなく生きている。人気というフィルターの裏側で、彼らが今も守り、研ぎ澄まし続けている、その刃の本質に気づいたとき、語らずにはいられない30年の思いが溢れ出しました。これは、T4 ブルーインパルスを30年見続け、見物回数も、ちょうど300回を超えた今、改めて、彼らの凄みに気づき、リスペクトを深めたおじさんが、最大級の賛辞を込めて送る、大いなるブルーインパルス参加です。私は、関係者でもなく、道楽だと言い訳しながら SNS で放言するだけのただのおじさんです。でも、そんなおじさんにも、30年間彼らを見続けてきた記憶があります。それは、舞台への承継であり、絶対的なリスペクトであり、今や、私の人生の郷愁そのものです。これまで、世界59チーム、約700回、いろんなアクロバットチームを見てきました。それでも、声を大にして言いたい。ブルーインパルスは素晴らしいと。私が、ブルーインパルスを明確に意識したのは、1991年、中学2年の時です。初めて友達と行った岐阜基地航空祭。そこに、ブルーの姿はありませんでした。その年の7月に起きた悲しい事故の影響です。私が彼らを強烈に認識したのは、皮肉にもその事故によってでした。今のように誰もが自衛隊やブルーを無条件に絶賛する時代ではありません。どこか後ろめたさのような空気も漂っていた、そんな時代。それが私のブルーインパルスファンとしての原点、根底にあります。だからこそ、私はT2 ブルーが事故のどん底から立ち直る熱量とともに育ちました。5番機ソロが復活した93年の千歳。悲願の6機体制を実現した94年の千歳。そして、その直後の三沢でのサンダーバーズとの共演。まさに T2 ブルーインパルス後期の圧倒的な熱量をこの目で見ていたことになります。当時は、あまり深く分かっていなかったので、ただ見惚れていただけだけど、あれから30年以上が経った今、それが、ものすごく大きな意味を持つようになりました。あのどん底からの復活劇、執念の6機体制への復元こそが、第11飛行隊 T4 ブルーインパルスという部隊の DNA を理解するための最大の鍵だったのです。そして、その DNA は30年後の今も確かに生きています。話は T4 ブルーのデビュー前に遡ります。航空雑誌で T4 ブルーのデザイン募集を見た中学生の私は、ページを破って応募しました。どんなデザインを描いたかは、もう恥ずかしくて忘れてしまいましたが、今でも、その雑誌は大切にとってあります。デザインが決まり、実機がロールアウト。各務原に住んでいた私は、テストフライトを初めて目撃した時の高揚感を、今でも覚えています。高校が午前授業だった日、急いで基地脇へ向かったものの、用水路に物を落として機体を取り逃すという大失態をやらかしたり、授業中、教室の窓から空にきれいに残る緑色のスモークを呆然と見上げたり、私が毎日あまり大騒ぎするものだから、誕生日に母がテストフライトの様子を伝える航空雑誌をこそっとプレゼントしてくれました。当時は誕生日プレゼントが雑誌か、なんて生意気にも思いましたが、今や私の生涯の宝物です。そして1996年、ついに本物の T4 ブルーインパルスと出会う日が来ます。静岡県静浜基地。私の口から思わずこぼれた感想はこれでした。全然負けてない。T4 ブルー、すげー。軽やかで、爽やかで、スピーディー。短いインターバルで、次々と目の前に戻ってきては飛び抜けていく圧倒的なアクロバットショー。
それまで見ていた T2 は、今思えば、小さな主翼と細長い機体で悪路をやること自体が、驚異的な職人の世界だったのですが、素人の私は、高度が高いな、科目感が長いな、と感じていました。俺は2だからさ、と気取りたい、思春期特有の痛い感覚です。あの頃の自分に会えるなら、往復ビンタしてやりたい気分です。だから、同時期に、三沢でサンダーバーズを見た衝撃、本物の戦闘機が高音とともに飛び回る圧倒感。その衝撃が鮮烈に心に刻まれていました。しかし、目の前で見た T4 ブルーは、そのサンダーバーズの衝撃を超え、知識も経験もない、ただ飛行機が好きだった私の心を、ダイレクトに直撃しました。これぞアクロバットだと。悪路に適した T4 の機動性や展示飛行の設計の素晴らしさはもちろんですが、何より、立ち上げメンバーの気迫が凄まじかった。それは、アメリカ遠征の大成功へとつながり、現在の第一区分が完成するまで、ものすごい勢いで進化していった、初期の第11飛行隊の姿にはっきりと現れていました。今思えば、その頃の熱さは、紛れもなく、T2 時代の事故から這い上がってきたあの熱量そのものだったのです。当時のメンバーが実際に残って、その魂を注ぎ込んでいたのだから当然です。あの時代の展示飛行は、これが T4 ブルーインパルスだと、今も私の心に深く刻まれています。その後も彼らが紡いできた歴史の中に魂を感じるシーンがいくつもありました。私たち一般観客には華麗なショーに見えても、その裏では当事者たちが血の滲むような思いを背負っていたはずです。1999年、浜松基地でのアクロバット再開。あの時、彼らはどれほどの重圧を跳ねのけてそこにいたか。しかし、2000年のあの痛ましい事故。そこから一歩一歩祈るような思いで積み重ねられていった復帰への道のり。2009年の三沢で、米空軍のサンダーバーズと再び対峙した彼らは、バードストライクに遭いながらも、ショーを完遂する意地を見せました。食い入るようにライバルを見つめる姿に、私は追いついた側の誇り高い職人魂を感じたのです。そして2011年、東日本大震災。あの壊滅的な被害の中で、彼らは必死に部隊の歴史をつないだだけでなく、復興のシンボルというとてつもなく重い役割を背負いながら、日本の空を支え続けていました。さらに、長い時間のうねりの中で、私は、ブルーインパルスの壮大な挑戦が、今、まさに大きく動いていることに気がつきました。2003年に F86 時代以来の再開となった那覇基地航空祭参加は、その後、20年の時をかけてアクロバットを披露するまでに成熟し、2014年に44年ぶりの展示飛行を実現した小牧基地でもまた、12年という歳月をかけて、少しずつ空域の制約を突破する兆しが見え始めています。あの南国の空と、日本の航空産業の中心の空にブルーが戻り、今、未来へつながろうとしています。そんな長い挑戦の歴史の中で、彼らが時折、そっと忍ばせる過去へのリスペクトもまた、本当に見事でした。50周年を祝う、憎い科目構成だった2010年の松島基地航空祭。T2 時代への猛烈な郷愁を呼び覚ました2016年の丘珠。デビュー21年目で、初めてワイングラス体系を披露した2017年の小牧。どれも、ただの演出ではなく、ブルーが歩んできた歴史そのものへの参加であり、ベテランファンなら、誰もがあっと気づいて、にやりとしたはずです。そして2019年、4機しか飛べないという圧倒的な逆境の中、彼らが信じられないほどの気迫をファンブレイクに込めてきたのを見上げながら、私は思いました。ああ、ブルーはどんな時代でも絶対に前へ進むんだと。時に傷つき、時に逆風にさらされながらも、彼らは決して想像への挑戦を止めなかった。その積み重ねのすべてが今のブルーインパルスの強さにつながっているように感じます。しかし、2010年代中盤頃からしばらくの間、私は一般観客として少し気持ちが迷子になっている時期がありました。ブルーインパルスは今どこを向いているのだろう。メディアで彼らがヒーローのように取り上げられ、
ファン側が過度に盛り上げる風潮が加速していった時代です。航空祭では、パイロットのために花道ができ、サイン会には長蛇の列。民間イベントでは、その都度、街全体が熱狂に包まれる。そんな華やかさが増していくにつれ、展示飛行は、高難度の科目よりも、見た目が派手な演出が増えたように感じられました。マニアックな目で見ると、かつての玄人集団としての科目の精度や凄みが少し陰ってしまったのではないか。アイドル的な人気を前面に押し出している航空自衛隊に対して、かつて第11飛行隊が持っていた、張り詰めたような熱量を感じていた身としては、どこか寂しさを覚えていたのです。もちろんこれは良し悪しではありません。時代に合わせた広報の形がある。分かってはいるけれど、舞台の本質が見えなくなりそうで、私の気持ちは少し浮いていました。しかし、30年経って、最近の彼らを見ている今、ようやく気がついたのです。いや、アクロめちゃくちゃ上手くないか。なんか最近、熱くないかと。民間イベントが増え、ガチガチのアクロを披露する機会は減っているはずなのに、彼らの技量は恐ろしいほど研ぎ澄まされています。かつて、空自内部に向かって、どうだ、これができるかと挑みかかっていた最高難度科目、ハーフスローロールを完璧に決める。最近のスローロールの絶妙なスピードコントロール。伝説のラッコ氏にも負けないと噂のローアングル9番。ハイスピードローパスがもたらす圧倒的な迫力。さらにここ数年、飛行場はなくともアクロバットを織り交ぜるようになった分屯基地での展示飛行。ここには紛れもなくアクロに挑んでいる職人の魂が生きていました。民間イベントでのフライトでは、その地方にちなんだ変態名で地元を盛り上げる。雨のホルフ航空祭では、限界ギリギリまで展示飛行の可能性を追求し、わずか2科目だけでも空を舞った。これこそプロの執念ではないか。さらに、最近のフライトには、原点へのリスペクトが溢れているように思えます。過去に数度しか披露されなかった珍しい科目をさりげなく織り交ぜる、デルタループ&ボントンの復活。デビュー31年目で初めて見せた、パラレルインバーテッド。とある航空祭で展示飛行内に流れた BGM、ブルーインパルス。わかる人にはわかるあの感じ。ああ、ちゃんと受け継がれてるんだな。そう実感する瞬間が、最近は本当に増えました。そしてイルカ池でのフライバイ。あくまでも、地元協力者への感謝とされていますが、そこには、仲間への思いも確かに込められていたように思えます。昔は、あえて見せなかった部分かもしれません。でも、今のブルーインパルスには、それを背負えるだけの大きさがある気がします。かつて、航空自衛隊内部でのステータスアップを泥臭く目指していた部隊は、今やサンダーバーズのような国家を代表するステータス部隊へと完全に成熟しました。プロ意識の職人集団から、プロ意識の玄人広報部隊へ。何か変わってしまったと思っていたのは私の見え方なのかもしれません。人気が出るにつれ、SNS でいろいろな情報やフィルターがかかり、本質が見えにくくなっていただけ。あるムック本で、かつての隊長が、本質は迫力を出す方向性ではなく、アクロの正確さを追求することだと語っているのを目にしたとき、私は心の底から安堵しました。彼らの本筋は、デビュー当時の熱量から何一つ変わっていなかった。そのことに気づいた今、私の中のリスペクトは、この30年で最高に達しています。今の第11飛行隊を見ていると、2006年にアメリカで見たサンダーバーズの理想が重なります。彼らは、職人としてのプライドを内に秘めながら、老若男女、アメリカ人も外国人も、すべてを等しく笑顔で迎えてくれました。今のブルーインパルスは、その最高の完成度に達していると感じます。まあ、いろいろと難しい理屈をこねてきましたが、これはおじさんの独り言です。普通に見て、普通にすげえと大興奮して帰るのが、一般の観客としては、一番正しいし、一番贅沢な楽しみ方です。だけど、30年見続けてきたからこそ、彼らのフライトの裏側にある歴史の重みや、職人としての技の切れ、そして、その日、その科目に込めたちょっとしたメッセージに気づいてにやりとする。そんな楽しみ方ができるこの人生を、私は少し気に入っています。デビュー当時に感じた、震えるような初期衝動。
どん底から傷だらけで這い上がってきた時代のあのヒリヒリとした熱い思い。過ぎ去りし日のあの激しかった熱量そのものはもう二度と帰らないのかもしれません。時代は変わり、舞台も、そして見ている私たちも等しく年を重ねていくのだから。でも、寂しがる必要なんてない。ブルーインパルスが紡いできた30年の軌跡が教えてくれたのは、いつだってその先があるということです。どんな逆風が吹こうとも、どんな困難が立ちはだかろうとも、彼らはまた明日、新しい風をつかんで、あの美しい青空へと離陸していく。素晴らしい空を、変わらない情熱を、30年間ありがとう。心から敬意を込めて